ですね、フォアグラの照りの方やっていきたいと思います。こちら、フォアグラのキャナーですね。まず2つに分けます。先っぽ切ってありますね。でこちらまずですけども、こちら真ん中から、血管が、主に2本大きいフォアグラ大きな血管があります。真ん中から四方八方に進んでいるものが1本、あとこの上から、葉っぱの脈のようにこういう感じに広がっているのが2本目ですね。まずこの真ん中から広がっているやつを取っていきます。で最初に先を切ったのはですね、毛細血管の先が先まで行ってますので、もし血が残った時にここから血が出るということですね。でやっていきます。まずですけども、この真ん中の方から包丁の背でですね、こういう感じに開いていってやります。このように、血管が見えますね。これが最初の一番上にある血管です。続いて上の方もやっていきますね。もちろんフォアグラですけども、常温に戻しておくこと、もしくは、フォアグラを取り出した瞬間に掃除をしてしまうか、どちらかですね。なのでこれは前もって1時間前にはもう出してますので、常温に。もし硬いままやってしまうとフォアグラが割れたりしますので気をつけてください。はい、見えますかこれ。こちらですね、真ん中からちょうどフォアグラの真ん中の部分から四方八方に広がった血管がまず1本、これが一番大きいやつですね。でこれをきれいに外していってやります。包丁でこういう感じでいいですね。フォアグラを開いてやりながら、それで開いてやりながら取っていきます。こんな感じですね。はい、きれいに取れました。続いて、2本目の大きい血管ですね。上から出てるやつを取っていきます。一番上から同じように包丁の背を使って血管を探しながら開いていきます。このようにですね、だんだん見えてきますので、本当に上の方から葉脈があるようにですね、このような感じに見えてきますので、結構太い血管がすぐ分かります。はい、そして上の方をつまんで、今度はゆっくり剥がしていってやります。こんな感じですね。はい、こういった感じできれいに取ってやります。そしたらですね、先ほど先っぽ切った残りを元に戻して、平らなままとりあえず置いときます。で続いて、小さい方のロブですね。これも同様にまず、その真ん中から1本、あと上から2本目同じですね。まずこの余分な部分ちょっと切り落としてありますんで外しちゃいますね。はい、そして真ん中から同じように包丁の背を使って開いていきます。で今すぐ血管が見えますので、同じように包丁の背できれいにこう血管見えるまで取ってやってからフォアグラをで血管を外していきます。で1本目取れました。次2本目ですね。また上の方からありますんで、包丁の背で助けてやりながらこういう感じですね、取っていってやります。常に戻ってるのですごいやりやすいですね、仕事は。はい、取れました。は
はい、先ほどと一緒に残りを真ん中に置いて、このまま開けたまま置いておきます。それではですね、もう一つの方の、フォアグラの方も掃除していきたいと思います。全く同じやり方ですね。まず最初に、2つに分けます。で、同じように先っぽをですね切ってやりますね。はい、そして裏返してやって、先ほども言いましたけども、真ん中から、四方八方に出ている血管が1つで、上の方、この先からですね、葉脈のように広がっている血管が2本、2本目の血管です。それでは先ほどみたいに包丁の背を使って、開いていきたいと思います。見ていただいて分かるようにすぐ血管が出てきますので、血管を沿って包丁の背ないしは手ですねで、広げていって血管を出してありますね。この中心から全体に広がるような感じです。それでは、包丁の背を使って、なるべく切らないようにですね血管を取っていきます。このようにちょっと引っ張りながら包丁で助けてやりながら取っていきます。こんな感じですね。で2本目ですけども、先ほど、奥の方から葉脈のように広がっている血管がもう1本ありますので、2本目の血管、はい、このまま包丁の背を使って開いていきます。はい、このように見えてきましたので、上の方をつまんでちぎれないように包丁で助けながら、こういう感じに、引っ張っていきます。はい、こんな感じですね。そしたら先ほど切った残りの部分を入れて、またそのまま開いたまま置いていきますね。続いて、小さい方のフォアグラです。先ほどと一緒ですね。真ん中から、四方八方に1個、上の方から葉脈みたいにもう1本、トータル2本大きい血管がありますので、先ほどと同じように、ちょっと余分な部分を切って、であと残りを包丁の背を使って開いていきたいと思います。先ほどと一緒ですね。包丁の背と手を使って血管を探して広げていきます。で血管があればつまんで包丁で助けながらですね引っ張っていきますね。取っていきます。このような感じです。で次は上の方からもう一本なんで、もう一度包丁の背できれいに探してやって、このような感じに取って引っ張ってやる、こんな感じですね。で先ほど切った部分を元に戻して、プラックに戻してあります。今からですね圧接の方をしていきたいと思います。ここに 1kg のフォアグラがありますので、基本的に、塩 14g、 砂糖 3g、 胡椒、ひいた胡椒ですね 3g がだいたい基本になります。はい、それでは、圧接にしていきますね。内側から全体的に、乾いた手で、塩を全体的にまんべんなく振っていきます。このような感じですね。そして、裏返しますね。開いてやってその元に戻しながら裏返します。で残りをですね同じように残りの塩だいたい半分ぐらいですね、ここの表面に、もちろんプラックに落ちた部分はこういう感じですね、上で転がしていきます。それではテリーヌに詰めていきます。まず大きいロブをまず下、表側を下に向けてですね、で小さいロブを入れます。これも表を下に向けて、でもう一個の方の大きいロブを今度表側を上に向けてですね、常に表が、表面になるような感じに、こういう感じに詰めていきます。
それではラップをします。ラップきっちりしてやって20度ですね。120度のオーブンに湯煎をかけたやつでかけたフォアグラをテリーごと入れていきます。それではですね、オーブンから出していきますね。出したテリーなんですけども、おろしで油を入れして、1日経ちましたので重しを取って油を溶かしてあります。で、上を平らにして溶かした油を流してあります。それではテリーヌ切っていきます。包丁をよく温めて、まずテリーヌ入ったままゆっくりこういう感じですね。包丁を入れてやってフォアグラの油を使ってコーティングしていきたいと思います。これ残ったキッソンの時に残った油ですね。それをテリーヌから抜いたフォアグラにきれいにマスケしていきます。もうこのテクニックは真空マシンがあるので基本的に今は使用しないですね。真空がなかった時に空気と接触するのを防ぐために昔はやっていたんですけども、今は必要ないと思います。テリーヌを切っていきたいと思います。まず包丁をよく温めて、切れる包丁をよく温めてゆっくり切ってあげます。もし跡が残っているのであればきれいに包丁で平らにしてやります。